皆さんこんにちは。今回はですね、内容の思考をちょっと変えてみまして、普段見ることのできないですね、このプロポの時代の流れによって進化してきた部分っていうのをですね、ちょっとお見せしていこうかなと思います。結構貴重ではないかと思います。このプロポって、結構、ラジコン自体ですね、歴史はかなり長いんですけれども、外見ってあまり変わってないように見えるかと思うんですね。スティックタイプがあって、ホイーラータイプがあってっていう、そういう変化はあるんですけれども、その中ではですね、外見そんなに変わってないですよね。ただですね、中身っていうのは、時代の流れによってかなり、変化してきてまして、雑誌の企画なんかでですね、今の新しいプロポと昔のプロポを走り比べてみたよなんていう企画は、結構あったりするんですけれども、本当に車の動き全然別物かっていうぐらいに、変わってしまうんですね。でそれはですね、何が違うのかなっていう部分ですね、今回お見せできたらと思うんですけれども、一番性能に関して大きく変わってる部分っていうのは、この頭に入ってる CPU っていう、頭脳ですね、頭脳の部分、それの性能が良くなってるんですけれども、ここに関してですね、正直、目で見ても、黒いただの四角い電子部品なんで、ぶっちゃけそんなに面白くはないかと思うんですね。ということでですね、今回ちょっと、お見せしていこうかなと思っているのはですね、このステアリングだとか、このスロットルですね、実際にこう車を動かすのにこう連動させる部分のですね、センサーですね。センサーの、進化って言いますかね、っていう部分に関してちょっと、お見せしていこうかなと思います。普段こんなのなかなか見る機会はないと思うんでですね、ちょっとこんな YouTube も面白いかなと思って、今回ですね、時代の流れによって変化してきた部品っていうのをちょっとお見せしていきたいと思います。はい、ということでですね、センサー、ちょっと見やすいのがステアリングかなと思いまして、これステアリングとスロットルの部分、入ってるセンサーっていうのは、全く同じものなんですけれども、ステアリングがちょっと見やすいかなと思ったんですね。この新旧、2つのステアリングを今回用意してみました。こちらがですね、普通のノーマルエクステンション、EXWR ですね、ST2 になる前の、WR についてたものですね。でこちらは、EX NEXT についてる、バージョン 2.1 っていうやつですね。2.0 っていうのもあるんですけど、それがこちらとほぼ同じで、ちょっと仕様が違うんですけれども、この2つのね、違いを今回お見せしていこうかなと思うんですけれども、これ実はですね、リクエストにもありまして、ノーマルエクステンションとノーマルエクステンション2何が違うのっていう、リクエストもちょっとあったかと思うんで、それにお答えすることも今回の動画を見ていただければできるかと思うんでですね、リクエストいただいた方ぜひ見ていただけたらと思うんですけれども、まずですね、このセンサーの違いを、見るためにですね、実際これ開けてみたいと思います。実はネジ外してあるんで、これパカッと取れるんですけれども、ちょっと両方開けてみますね。これあんまりご自分では開けない方がいいと思うんで、壊れちゃった時はぜひ修理に出してくださいっていう感じなんですけれども、はい。そうするとですね、こんな感じになってます。こっちが古い方ですね。古いノーマルエクステンションですね。こっちが新しいノーマルエクステンションバージョン 2.1 なんですけれども、はい。こうやって見ていただいて、わかるかと思うんですけれど、一番の違いってこの真ん中についているこの電子部品ですね。これが古い方。で、こっちが、新しい方。これがセンサーなんですけれども、センサーが全然違うんですね。これが時代の流れによる、進化ですね。センサーの部分。はい。で、これをですね、実際、外したものが実はここにあります。はい。ここに2つあります。こんな感じでですね。まずこう見ていただいて、これ大きさが全然違くないですかね。こっちがですね、古い方ですね。これ昔よくポテンショメーターっていう言い方をするんですけど、ポテンショメーターっていうセンサーですね。昔ながらのセンサーはぐるぐる回るんですけれども、でこっちはですね、最近のもの、ロータリーセンサーっていう言い方をしますね。こんなに、まず大きさがこんだけ変わってます。すごいちっちゃくなってます。ちっちゃくなってるってことは当然、軽量化にもなってるってことですね。でですね、もう一つ、これはですね、ちょっと動画だと、わからないと思うんですけども、こう、
回した時の感触ですね。この昔の、このポテンショメーターっていうのはですね、結構、抵抗があるんですね。回すとですね、こう抵抗があります。で、それに対してですね、今回のロータリーセンサー、新しい方ですね、これちょっと回しにくいんですけども、もうすごい軽いんですね、抵抗が。全然ない。これ非接触ではないんですけれども、非接触センサーではないので、抵抗ゼロではないんですけれども、ものすごい軽いです。っていうことはですね、これ抵抗があるのとないのとっていうとですね、ステアリングスロットル両方なんですけれども、これ回した時の重さですね。これを回した時の重さに当然この抵抗っていうのは関わってくるんで、この新しいセンサーが入ったハンドルっていうのはですね、抵抗がない分、ここ、若干なんですけれども、軽いですね。これは結構ですね、ステアリング、をこの新しいのを買っていただいて、変えていただいた方からもよく、聞かれる感想なんですけれども、ステアリング、実はですね、新しいもの、軽いんです。抵抗が少ないんです。なのでですね、バネの、重さが、こうもろに出るような感じなので、バネ調整でですね、ダイレクトにですね、バネ調整の硬さが伝わってくる感じでですね、抵抗が少なくなってます。はい。というのがですね、まず大きな違いなんですけれども、そしてですね、これが一番、影響としては大きいかなっていう違い、2つあるんですけれども、1つがですね、寿命です。このポテンショメーターに対して、これはこの、センサーのメーカーさんが出している、数値なんですけれども、このポテンショメーターに対して、こちらのロータリーセンサーの寿命、どれぐらい伸びてるかっていうところなんですけれども、どれぐらいだと思いますかね。10倍とか5倍とかあるかと思うんですけども、正解を言っちゃうと、100倍です。100倍も、寿命が伸びてるっていうところですね。これかなり大きくないですかっていうところなんですけれども、このポテンショメーターっていうこの昔のセンサーを、入れてた時に、大体このプロポオーバーホール推奨してたのがですね、大体週1回から2回、ラジコンやられる方だったら、1年に1回、オーバーホールしてください。このポテンショメーター、消耗品なんで、交換するオーバーホールをですね、1年に1回してくださいっていうですね、推奨してたんですけれども、それに対して、要はこれ100倍持つということは、普通に計算するだけで、1年に1回してたのが、かける100なんで、要するに100年に1回で、いけちゃうっていう計算になるんですね。つまりですね、100年に1回ってことは、人間、100歳まで生きる方がもう、ごくわずかだと思うんで、実質的にこれ変えなくていいですよっていうことになりますよね。これがかなり、大きな違いだと思うんですけれども、毎年、1年に1回変えてください、オーバーホールしてくださいっていうこのポテンショメーターがですね、このロータリーセンサーになってもう変えなくていいですよっていう、のがですね、一応メーカーが出している答えになります。ただですね、ぶっちゃけ、これは個人的なところなんですけれども、ラジコンっていうのは、すごいやっぱり、他の使い方よりもかなりシビアな細かいく、出るような、使い方をしてるんで、100年に1回なんで、変えなくてもいいですよっていう言い方はしてるけど、個人的には、レースでカツカツにやられてる方ですね。カツカツにやられてる方だったら、ちょっと、大きいレース前に一度オーバーホールはした方がいいかなと思います。これは個人的感想ですね。逆にですね、普通のその辺のパーキングロットで遊んでる方とか、別にそんなレースカツカツにやらない方だったら、これ本当に変える必要ないと思います。なので、プロポのオーバーホールっていうのは、ほぼいらなくなってくる。いらないとは言わないですね。やっぱり、だんだん汚れてきたりとか、するので、綺麗にするっていう意味で、グリス、中のグリス塗り替えたりとかですね、そういうのは必要になってくるんで、そういうオーバーホールはたまにした方がいいと思うんですけれども、1年に1回のオーバーホールっていうのはですね、このセンサーがすごく進化したんで、いらないですよっていう感じになってきてます。
で、あともう一つはですね、この分解能っていうところですね。分解能っていう言い方をしても、わかる方はわかると思うんですけれども、簡単に言うとですね、この細かさですね、ステアリングを切った時に、これぐらい切った時に、この何段階に分けるかっていうところで、例えばこれが10段階だとしたら、こっちは100段階とかっていう、そういう、細かさのところなんですけども、それがですね、圧倒的に、このロータリーセンサーで細かくなってます。で、細かくなってるっていうことはですね、このステアリングの動きがですね、すごい滑らかになるんですね。こっちで、大雑把に言うとですよ。大雑把に言うと、これが、カクカク、動いてたのが、もう、すごく滑らかに動くような印象です。実際に、これは、2つの、ハンドルこう付け替えてですね、体感していただくと意外とわかる部分なんですけれども、分解能が細かくなったことによってですね、滑らかさがものすごい増えてるっていうところですね。それが、この2つのセンサーの違いですね。大きさも、かなり小さくなってて、センサー自体の抵抗も少なくなってる。で、寿命は、100倍も、伸びている。そして分解能がものすごく細かくなっているというですね、ことなんですけれども、時代の進化ですね。これだけ、今と昔、変わってきてますよってことですね。これ、多分、自分の予想だと、おそらくこれまだ非接触まではいってないんで、この次はですね、非接触のセンサーかなっていうふうに思ってます。これがですね、非接触になればですね、接触して摩擦で減る部分がないんでですね、さらにですね、寿命が伸びるんじゃないかと思うんですけれども、それは、今後、期待かなっていう、感じだと思います。ということでですね、今回はですね、普段見ることのできないプロポの中身のですね、時代の進化ということでですね、このセンサーについて、新旧、新しいものと古いもの、何が違うのかということをですね、紹介してみました。またですね、リクエスト企画、随時、コメント欄にて、受け付けておりますので、そちらもですね、じゃんじゃんリクエストいただけたらと思います。それでは今回の動画は以上になります。それではまた。